泥の中にいる微生物がうまみ成分のアミノ酸を作ってる可能性があるんじゃないかと言われてて、酒とみりんとこれとで、漬け地作って、そこに、時期に合わせて人材麺をちょっと出します。創業は1754年なんで、今年から来年270年ぐらい。お願いします。当店丹後の食材にこだわってさせていただいておりまして、地元が丹後になりますので、地元に帰って、魚の仕入れさせていただいております。メインは、浜詰めの夕日ヶ浦っていうところがありまして、そこに漁港があって、そこの漁港で毎週、僕も船に乗って、漁師と同じ網持ちからさせていただいて、競りに出る前の魚ですね、それを、自分で選んで仕立てて、させていただいております。メインはそこなんですけど、そこだけではどうしても揃いきらないので、端は、久美浜っていうところから、端は宮津っていうところまで、丹後一帯の魚を、その日に仕入れさせていただいております。でお魚はもちろん丹後中心ですし、お魚以外の食材ですね、お米であったり野菜であったり、お酢、お酒、そういうところも、ほとんどがもう丹後のものを使用させていただいております。お米を炊くお水とだしの水は丹後から山水を汲んできて、炊き上げさせていただいております。それではどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。やっぱちょっと山灰っぽい強めの味わいがする。丹後の、無農薬のトウモロコシですね、田舎市になってます。トウモロコシと、丹後の山水と、丹後のお塩です。寿のお塩だけで作ったそうになってます。星粒コーンという丹後の、トウモロコシですね。後半の伸びがすごい。でもブラインドで言ったらちょっとさっぱりめのかぼちゃにも思えてくるというか。はい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 。でも前回その丹後を含めて行かせてもらったのが冬の時期だったじゃないですか、はい、で今回ちょうど半分回って、はい、夏ぐらいっていうところで、はい、また全然違う、ね、多分ラインナップになると思うんで、海の感じも全然ね、はい、違ったと思います。そうです。独特な音ですね。シャリシャリ。半レアぐらいですね。かけてるジュレですね、北海道の利尻昆布でお出ししておりまして、で自家製の丹後の梅干しですね、昔ながらのしょっぱ酸っぱい梅干しというか、はい、それで、ジュレ作ってます。僕生っぽいタコが実は好きで、はい、しっかり柔らかいタコよりなんであえてニラコじゃなくてこういう出し方になってます。やばい、最高っす。ありがとうございます。食感最高っす。はい、で、上にウニですね、北海道の函館近海で採れる北紫ウニです。ちょっとお出汁に溶きながら一緒に合わせてお召し上がりください。さあ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 、見たことないウニとナス。うわ、
いや揚げ出し豆腐かなと思ったらナスでした。これどうやって思いついたんですか？はい、ウニとナス。ウニとナス、いや合いそうやなと思って感覚ですか？はい、いやめっちゃうまい。ありがとうございます。なんかすごいシュワシュワしてるというか、ナスが。はい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 。いやうまいなこれ。やっぱ稲満会のこれ美味しい。あ、これですね。これ多分飲んだ。あ、そのね、濁りはまた別であこれ違いますか？出しとって、もうなんか夏しか出んやつ。もうなんかすぐ小売店さん限定で出しとるさかい、すぐに予約でいっぱいになって。あ、黒では買えないですね。そうなんですよ。向井酒造さんはい。ははいどれぐらいの蔵なんですか今？創業というか。あ、創業は1754年なんで、今年か来年で270年ぐらい。聞いたことないですね。あそうですか。赤米で作ってるお酒ってあるんですか？あります。今はねあります。作りかけた年にも先生がもう1年で勝負だって言われてて、はい、やっぱり作るとやっぱり次の年からよその蔵も出すから1年で名前売れよって言われて全然営業とか勉強せず帰ってきたって言ってたんで、なるほど。いやわからんまま店で売ってただけですけど、でも今は結構出してるとこ多いですよ。そうです。酒粕もこんな色なんですね。結構ね、満開自体が味が甘酸っぱいんで、酒粕も結構酸が当たってるんで、乾燥させるとちょっとなんかドライトマトみたいな酸味がピュッと出るんで、それをオリーブオイルとバジルと塩でこうのオイルにつけたらむっちゃ美味しいというのを教えてもらって食べさせてもらったんですけど、むちゃくちゃ美味しかったです基本的にこの稲満会の特徴は、僕もその濁りのやつ飲んだ時に、いやこれなんかいちごとか桃のお酒なのかなって思ったらそれ赤米の由来の色と味わいなんですね。なんかフルーツがてっきり入ってるのかと思って。そう米の皮の部分がブルーベリーとかブドウと同じ成分なんで、やっぱちょっとフルーツっぽい味にはなりますね。それってのはアントシアニンみたいな。アントシアニン、お酒になるとねアントシアニンが抜けてるって言われて、見てもらったらソーダ割りがね夏は美味しいです。これを1対1でソーダ割りで割って飲んだら、一生すぐなくなります3人ぐらいで飲んだらそれは飲みすぎです。ほんまにすぐなくなるんだ。めっちゃ飲みあるんですよ飲みそうですね。飲むんです。でもすごいいい意味でちょっとこじんまりとした酒蔵さんで。ありがとうございます。ね、あんまり設備投資をせんようにしてるもん。昔ながらやりだすとなんぼでもやりたくなるんで、やっぱよそ見ていろんな蔵見せてもらって、やっぱねいろいろもう設備完璧に備えとるところ見て羨ましいな思った後に、やっぱね小さい蔵で設備もあんまりないけどやっぱいい酒作ったり賞取ってるとこもたくさんあるんで、そっちの方がかっこいいなと思って。いやでもこれがアイデア次第で雰囲気があって素敵です。ありがとうございます。ちょっと俺もいただきたいと思います。ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。これは土鍋っていうことですか？はい、土鍋です。信楽焼きの土鍋ですね。何焼きの土鍋かによってやっぱ変わるんですか？やっぱ変わりますね。はい。何種類か土鍋あるんですけど、信楽焼きが一番美味しくできるんで、信楽焼きしか使ってないです。お酢はもちろん飯尾醸造を使ってます。地元の。はい、地元宮津の飯尾醸造ですね。赤酢をベースにブレンドしてるんで、お砂糖は一切使わずにお塩だけで仕上げてます。いやもう本当お腹が空いてくる香りですね。トトさんではシャリ切りは基本目の前で。基本目の前で、はい。必ずお客様が来られてから、シャリってどうしても時間経過とともに劣化していくと思うんですよ。はい。なんで極力こうお寿司に合わせてタイミングでやりたいんで、必ずお客様が来られてからシャリを切ってます。
トトさんだと大体何分前ぐらいにこのシャリを準備してありますか、握りの。大体30分ぐらい前ですかね。はい。夏はどういう塩梅？割と赤酢少なめです。少なめ。はい。どうしても白身とかウニとかの時期になってくるんで今から。はい。で油っていうよりもこう、魚の旨味が強いやつが、まあもちろん赤酢が強くてもいい魚もあるんですけど、はい。トータルバランスがいいように。いやー、少しだけ塩分も夏場は上げてますシャリの。はい。極力粘りを出したくなくて、割とコシヒカリの比率がうち多いんで、どうしてもこうで木のしゃもじで切るとどんどん粘りが出ちゃうんで、くっつかないしゃもじでこうやって。はい。確かに先端木じゃないですね。そうなんです。はい。極力粘りを抑えて、でちょっとアルデンテめに仕上げてるんで。シャリデンテ。シャリデンテ。一休み。一休み。確かにちょっと怖いですね、絵が。ラベルすごいです。怖いな、この絵が。混ぜちゃうんですか。はい。昨日自分で締めてきたタチウオですね。うわ。タチウオの混ぜご飯です。はい。で上に自家製のからすみかけてます。うわ。冬に作るんですよね。そうです。はい。どれぐらいまで、その次の年の冬ぐらいまで、こういう。僕3年とか4年とか全然寝かせます。はい。これで2年熟成ぐらいのからすみ。塩味のちょっと足しに。だから塩分焼くときにちょっと少なめに焼いてて。でもからすみの塩分全然強くないですね。はい。いやシャリの粒感がシャリデンテですね。シャリデンテ感がわかります。めちゃくちゃ美味しい。うわー、うわー、広がるっすね。すごい。でもなんか土壌、なんかラベル的にはコテコテな感じがするんですけど。あ、結構でも、でも飲みやすいですね。そうですよね。重たくないです。プリプリというより火が入ってるから程よい食感でちょっと柔らかさもあって、でも身がしっかり感もあって、肝のバター醤油ってもう絶対反則でしょ。肝すごい。肝すごい。まろやかさが広がるというか、なんかすごいちょっと地味な一皿だったんですけど、料理ですね。ちゃんとフレンチ料理食べてると一皿が結構地味じゃないですか。肝と肝、広がりがすごかった。すごいですね。バターがやっぱすごかった。はい。で普通のバターじゃならないんですよ。このジャージーのバターやからこんだけなるんですけど。どうやっていくの？寿司高さんと一緒の望月さん。はい、わさび農家さんが、はいが作ってるおろし金です。鬼涙っていう。粗めにすったわさびと、細かくすったわさびをミックスするんです。辛さが違うんです。うちのお寿司に合う辛さにしたくて、こっちの方はちょっと甘めになるんですよ。クリーミーで甘めになるんですけど、細かい方が甘くてクリーミー。はい。でそれだけじゃパンチがちょっと弱いんで、ちょっとパンチ出したいんでちょっと辛めのわさびに混ぜて。でもわさび自体は同じわさびなんですか？同じわさびです。わさびの方が違うよね。ガリは同じ生姜味付けだけど切り方を違うことによって味わいを変えるということです。でもそんなに味が濃くない。細い方がかなりシャキシャキ、ちょっとみょうがみたいな感じになる。
これで8日目ぐらいですね。ちょっと寝かしてるわ。うま寿司割烹トトさんの予約方法は行きたいってなったらどうやって予約すればいいんですか？予約サイトの方から、食べログであったりとか、はいそちらの、予約サイトからかお電話か、インスタとかの DM でも、はい、お受けしております。営業は夜だけ？はい、夜だけで、一応6月から、9月までですね、が、お昼、日曜日だけお昼の12時半から、はい、のスタートで、コース内容は夜と同じコース内容でしております。了解です。基本1回転ですか？1回転だけです。1回転だけ。で、4名様以上から貸し切り対応しておりまして、貸し切りの場合はお昼からしてほしいであったりとか、時間3時から4時から5時からお好きな時間に、はい、早めにすることも可能です。了解です。はい。稲の釣りののどぐろ。大きすぎるとちょっと油が強いんですか？いや、油がそんな強くないんです。強くないんですか？はい。さっと炙ったんですか？結構しっかり。結構しっかりやってます。はい。うちで8分焼きとかです。のどぐろ結構しっかり焼いたやつが好きで、若干だけレアな部分残してます。これ幻覚ですよね。幻覚ですよね。一瞬で消えて、半分がシャリと混じってて2段階構成が一貫した。そうなんです。それ火入れですか？火入れです。わあ。色が違うっすね。はい。普通のイワシとちょっと違うと思う。黒いっすね。いやもうレベルが違います。これ小肌とイワシを足して2で割って。いやわかるっす。これって酢締めしたやつをまた酢につけてたんですか？そうです。酢締めしたやつ。二段階だ。はい。で酢締めして1週間これ寝かしてます。飛ぶんでどうしても。なんでもう一回酢にくぐらして。そう復活させて。さっきの酢も飯尾さんのですか？これはオリジナルのブレンドでこのイワシに合わせて作ってる。イワシ酢。はい。イワシ酢。これフレッシュですか？これフレッシュです。昨日締めてきました。うわ、色がなんかもう濃い。だけどこの時期だけすっごい脂が乗ってて、はい、この時期一瞬なんですよ。結構厚めに切り付けします。いやーやば何これ、うまっ。ちょっとさっぱりめですね。そうなんですよ。酸味系の。はいはい。でも油が、絶妙。なんか夏って感じ。また全然違う良さが。全然はい。こっちの方がやっぱさっぱりしますよね。さっぱり、はい。うまい。下駄は丹後漆ですね。これも地元の。これも地元の漆です。はい。ちょっと油回ってるな。冬ほどこう油取りがいいわけじゃないんですけど、ちょうどいいぐらいの。シャリにすごい合ってると思うんですよ。なんで赤酢をちょっと弱めにして。はあ。いや、こだわり技術がすごい。7枚ですね。7枚6から7枚ですね。薄く切ってこっちの方が食べやすいんですよ。そっか、シャリにくっつくんだ。生の食感すごいいいんで。うまっ。確かにちょっと梅風味合うっすね。はい、合います。大将の技術とアイデアが詰まった本当にアート性の高い一貫。うますぎる。で、打順っていうのはどうやって考えてるんですか？順番。打順
こう食べてほしいっていう順番です。はいであとはシャリの馴染み具合と合わせてそれはもちろん考えてるんですけど、やっぱりある程度こう僕がこう食べてほしいっていう感じで出してます。これ僕が戦場で締めてきたんで唯一無二の桜マスです。夏なのに桜マスあるんですね。必ず凍結かけるんです。あ、そっか。はい、どうしてもアニサキスが絶対いるんで、これは5月ですね。はい、夏枯れって言って魚が少なくなる時期なんで、そういう時に合わせてもうコントロールして持ってこないとなくなってしまうんで、卵でいい魚が。筋下駄に君臨する圧倒的王者感。これが幻の桜マス。のどぐろよりも刹那的な一貫でした。のどぐろみたいに最初一瞬溶けて消えるかな。でのどぐろやっぱちょっと焼いてるんで残ってたんですけど、桜マスはスーッと自然に消えていく感じ。自分で締めた白イカですね。わあ絶対美味しいです。白イカです。上にかけたのは、塩ですね。塩と、青のり、青さのり、はい、美味しめです。ちょっと大きめです。はい。イカに合わせてやってるんで。10日？これで8日。8日。はい、8日、9日。はなんで寝かすんですか？い。なんで寝かすんですか？寝かすと甘みがさらに増すんで。はい。はい、今は、お任せおいくらでやってらっしゃる？今の時期はタンゴの天然鳥貝の季節になりまして、この季節税込みで3万円でやらせていただいております。はい。それ以外はもちろんそのスペシャル食材があるじゃないですか。はい。前回カニでしたけど、はい、それはなんとなくその、春夏秋冬でこの食材が出るので、その時はちょっと上がるよとかっていうみたいなところで言うとどんな感じなんですか？そうですね。この、鳥貝の季節7月から、天然の鳥貝7月の1日から、毎年始まるんですけど、その時期から、夏の次は、鳥貝が終わるとウニの季節がありまして、そのウニの季節が終わるまでは、3万円で、させていただいております。じゃあ7月から来年大体何月ぐらいまでその3万円？大体8月のお盆過ぎか、長くても待つかな。でそこから、秋とまた今度冬のカニとかでまた変わりますか？秋のその何もない通常の、もちろん一緒にはいっぱいはあるんですけど、その時期は、2万7000円税込みでさせていただいてます。で次またスペシャルの時期になるとこのカニですよね。カニですね。11月の、6日カニが解禁になりますので、6日以降。そうなるとカニの時期はそうですね、ちょっとまだ年々上がるので何とも言えないんですけど、今年でいうと3から3.5ぐらいかなっていうところでは、ちょっとでもリーズナブルにしたいなっていう思いはありますので、でさらになんかカニをもうちょっとメインで食べたいわってなると、カニコースみたいな感じで、カニコースみたいな、それはもう一気にはもう時間になるんで何とも言えないんですけど、例年通りでいくと6万円から10万円でかなりスペシャルですね。でカニが2月末ぐらいまででしたっけ？3月末まであるんですけど、そうですね、カニの時期自体は一応3月の中旬ぐらいまででうちはさせていただいてます。で今度春から、その夏にかけてみたいなことで言うと、また通常の2万7000円をベースに、あとはスペシャリティの食材が入った時だけ少しお値段変わる旨をお客様に伝えて、する場合もございますけど、じゃあその予約するタイミングで、時期によって値段も変わると思うので、一応大体これぐらいですっていうのを、お店からも多分、なんていうんでしょう、確認というか、そのやり取りで納得いったら予約をみたいな感じですね。そうですね。わかりました。ベースはもう2万7000円やと思ってもらって、そこからマックス高くても3万5000円が、通常のそのお任せの。通常のお任せ、そうです。わかりました。
かんぴょう巻きと稲荷です。もう終わりじゃないですか。お揚げはこれは、どこのお揚げ？揚げは大阪の揚げでうちで炊いてます。はい、お出汁は全部うちで味付けをしてます。しっかりめの。何も味がついてない揚げを買って味付けしてるって感じです。確かに濃すぎなかったです、かんぴょうも。かんぴょうってほぼ栃木じゃないですか。ほぼ栃木です。兵庫にもあるんですか？ごくわずかに少しだけあります。深いですね。しじみの出汁ですね。はい、貝殻あえて入れずに。あえて入れずに、はい。お出汁だけです。しじみ食べにくいんで、もうお出汁だけで。いや、ありがたい。はい。美味しいじゃないですか。全部できるです。その3種類は何ですか4種類です。4種類。はい。何がどう違うんですか？これがまず入り酒。入り酒。これがちょっと今回酒必塩です。覚えてます？何でしょう？酒必塩。赤米ので作ったお醤油覚えてないですか？同じに似たときに神左衛門の隣にありました。ああ、はい、わかりました。あーこちらの蔵は今何年ぐらい？大正元年とかいや、そう100年は経つと。なんか日本酒とかだと水がきれいなところでとかってあるじゃないですか。醤油も同じ。醤油も同じ。へえ。水が悪かったらいいのは美味しいのはできない。やっぱこういう自然が豊かだからこその醤油作りができるってことなんですね。どこでもやっぱり水は一番大事やね。ああ、そうですか。神左衛門はもう普通1年で作る醤油を作るんですけど、これ丸大豆、地元産の丸大豆使ってるんで、はい、これは完全に発酵して熟成してこう美味しい元になるのにやっぱり3年かかるなね。日本で今 1% 未満と言われて、杉樽で3年熟成してる。樽の中で作ってるのはね、今のほとんど数えるので、結構希少なお醤油ですね。樽がね、やっぱり経年劣化だんだんしていくんで、まだ持ってるけどね、関西で薄口の方が、これをベースに、酒とみりんとこれとで、漬け地作って、そこに、時期に合わせて神左衛門をちょっと足します。ありがとうございます。ちょっとじゃあ神左衛門試食でいただきます。色はすごい綺麗。これだけだと当たり前ですけど、やっぱ塩味というか塩気がかなり甘い。これだけで甘い感じじゃないですよね。この醤油は醤油の持ち味っていうのを最大限出したいんで、すごいやっぱ旨味が強いっていうか、味がすごい濃厚。バランスもね非常に良くなってるんで、なんか醤油の大トロって感じがします。研究して、たどり着いたのが伊根にある酒屋さんの赤米の酒粕をブレンドして発酵させるととろみも出て、しかも非常にまろやかでワイン風味の香りもあって、これをブリの刺身で食べると美味しいんだ。めちゃくちゃピンポイントです。で、あれブリに合うって言ってたの覚えてます？覚えてます。はい。で、カンパチも合うんですよ。煮切りにせずに酒皮脂をそのままです。いや、もうすげえな。醤油4種類って東京でもほぼないと思うんですよ。4種類使うってマニアックすぎる。酒粕、綺麗だな。ソースみたいですね。見た目は。わ、酒粕感がある。組んだ感じですね。アジの見た目やば。ね、つき感ありますね。もう柔らかいですね。もう結構柔らかいです。これも昨日どれですね。一晩だけですね。
もうちょっとふくよかですもんね。ふくよかです、はい、もうフォルム自体が。なんかメタボかもしれないですけど、はい、2週に1回ぐらいちゃんとジム行ってる感じ。まあでもほとんど泳がないさ回遊しないんで。いや味めっちゃうまい。結構プリプリしてました意外と。はい、まあ言っても昨日踊れなんで、はい、全然寝かしてない。ブリブリだな。いやなかなか幻想的なフォルムだな。未確認生命体感がすごいある。うわーツルツルしてる。うんやっぱ力強いですねタコ。だから基本やっぱつまみ寄りですよね。はい、でもこれがうまい。妻の地元がそっちの方面。やっぱタコは身近なんですか、明石の方は。そうですね。好きなんで。梅っぽい感じがするんですよね。はい、梅入れてます。中に。さっきと2切り変えてます。うわー食感マニアにたまらないちょっと裏メニュー的な一貫。面白い。あ、おそば飯尾さんだけです。飯尾さんの、赤酢と、プレミアムと、富士酢と富士酢2種類入ってます。富士酢プレミアムと普通の富士酢と米酢が2種類ってことですね。そうです。はい。やっぱまだシャリデンテまだ輪郭が残ってる。だからお客様は来られてからじゃないと絶対シャリを切らないんです。これがもう数十分経ったらもっと柔らかくなっちゃうんですか。だんだんやっぱだんだん柔らかくなるんです。うわバリバリだ。かんぴょう巻きの海苔とネギトロ巻きの海苔これ違うんですか。違います。手巻き用と細巻きで違う。はい。かんぴょうの方がもう少し海苔の香りが強いので参ります。はい。こっちの方が海苔の香りは、はい。でも甘みはこっちの方があります。すごい音する。さっきのラブテーの海苔だけ食べたいです。海苔だけ貸します。いいですか。卵ですね。卵の平飼いの卵と、ジャージー牛の生クリームと牛乳ですね。水出しと煎茶です。水出しの単語のブランドのメロンですね。ことびきメロンです。はい。で、あとは煎茶になってます。糖度が15度以上にならないと出荷されないメロンです。すごいな。はい。単語は魚だけじゃなくて果物もやっぱいいですね。果物もいっぱいあります。今で言ったメロンに桃に、でそれが終わると今度はシャインマスカットが出てきたり、でそれが終わるとイチゴが出てきたり、まあ牡蠣ももちろんありますし、で今の時期やったら川魚やったら鮎もうなぎも川もありますし、で海は海でこうやって海の寿司がたくさんありますし、結構本当に何でも単語が食べます。で320でしょ。300と307。500とかになるとめちゃくちゃ大きいですか。うちは基本使ってるのは450以上のサイズをでも本当にこのなんだろう、うな重とかだとすごいなんていうのでかい四角い感じじゃないですか。こんだけうなぎってすごいなんていうのより貴重さが分かるというか、この生きてるのを見るとなかなか見る機会ないですもんね。生きてるうなぎってこれ開いてもだってすごい長いわけじゃないから。はい。まあわしが料理してもらうわけです。あ、OK です。はい。ありがとうございます。これもまた出るんですね。出ます。楽しみにしてます。ありがとうございます。小松さんの作り手の顔が分かるので、はい。感慨深いですね。
ですね。またちょっと別の食体験になってるというか。次ですね、丹後久美浜の海うなぎですね。川じゃなくて海のうなぎです。これで580ぐらいですかね。でかい。綺麗なんだ。最初タコの器で綺麗です。はい。うまっ。柴田さんこれこっちを火強く当ててるんですか？どっちも一緒ぐらいは当ててるんですけど。裏返してるんですよね。はい、もちろんひっくり返して、はい。皮目パリッとさせたいんで、割と皮目はしっかり焼いてます。はい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 、ちょっと目が粗い方がいいわけよ。なるほどなるほど。この中に入ってくるんですか？じゃ貝があそこに貝が止まる。あそこに貝がたまるんですね。これで海底ガーッと引いて。これどうやってつけるんですか？これ人力？いやもう機械で1トンまで巻けるローラーがついてる左側の。はい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 。あれが1トンまで巻けるんよ。はいはいはい。人力では1メートルもかからない。自分の力で。まあ一つの狙い目としてはこう真っ平らなところよりかはこう潮が当たるような、浅いところから急にこうなるような崖ののり面をこれがグワーっていくように僕貝好きでもう鳥貝大好きなんですけど、いろいろ能登とかあるじゃないですか、その大阪湾とか、この宮津が日本一って言われてるその理由、海の多分環境がなんでそんな鳥貝が美味しく育つんですか？一つは、冬越してから取ってる。1年超えてから取ってるんで、大きくな育ってる。普通は秋に生まれるんですよね。この天然鳥貝っていうのは秋に生まれて翌年の秋で1歳でしょ。で僕のとこはそれ取らないで、その翌年の春取るから1年半後や生まれてから。だから東京湾とか大阪湾とか愛知県とか瀬戸内海は秋に生まれて夏越せないから、夏越せないのと、そのスコペキアミの規定が漁の規定がカレイとかカニを狙ってるシャコビとか3月ぐらいまで漁期が、そこで入ってくる鳥貝を出荷してしまうんで、僕らからすると弱冷貝っていうか、中学生とか高校生で取ってる感じっていうのが一つ、それが一つと、じゃあ夏越えてから取ればいいやとなると、夏と超えるとやっぱり相当食害に遭ったりとか水温が上がってきたりとかで、やっぱり夏越せない貝が多いってことで、春にえらいだけおったのに夏越したら全然おらへんやみたいなことが試験引きで分かってて、だったらもう安くてもいいからもう3月4月で取っちゃえみたいな感じでなってるのが一つ。原生林がまだ残ってて、山々が川がほとんどないんですよ。で全部地質が花崗岩っていう、お墓の石みたいな感じの石なの。亀裂が入りやすくて水が浸透しやすい石で、全部地下に行ってる水が。で地下に行った水は行くとこないから海底から出てくる、圧で押し出されて水の水脈があって、で泥が生きてるわけ。酸素とミネラルがいっぱい入ってるから、で栄養塩も入ってくるから、それがあるとプランクトンが増えるわけ。でプランクトンが増えて、普通は珪藻っていう浮いてるプランクトン、泳いでるプランクトンを貝は食べるんだけど、そうは言っても貝は選んで食ってるわけじゃなくて、鮎が食べてる付着珪藻って聞いたことある？石についてる珪藻。鮪はハムだろ、石についてる珪藻、付着珪藻を言って、泳いでる珪藻もあったり、その泥の表面につく珪藻もあるわけ。それからその泥の中には、畑もそうだけど微生物が 1g の中に何億っておるんだけど、その微生物の死に殻とかそんなも全部口の中入るわけよ、選んでないから、この宮津湾の海底の泥が生きてるがためにもうすごい複雑な餌の環境ができてるわけで、口は悪いけど日本でトップレベル、その湧き水の。で最近の研究で研究者がその泥の中にいるその微生物がうまみ成分のアミノ酸を作ってる可能性があるんじゃないかって言われてて、今小川でコンクリートで固めてしまうとメダカもドジョウもタニシも住めない、ザリガニも住めないけども、水草が生えてて湧き水が
どんどん山からきれいな水が入ってくるような小川にはメダカがいたりとか、ドジョウがいたりフナがいたりとかっていう、そういう状態の海がまだかろうじて皆さんは保ててる。漁師さんとしての鳥貝の魅力って何ですか？鳥貝の魅力、やっぱり大きさとうまさでしょ。大きさとうまさ。だけどでかかってまずかったら面白くないけど、はい、でかくて肉が厚くてで見た目も良くて香りも良くて、でうまい甘いっていう、ね、何拍子揃ってるか分かんない貝じゃないですか。日本一の鳥です。角の部分の膨らみ具合がすごいですよね、すごいですね。もう分厚っ。塩も本堂さんの塩も本土さんの、はい、貝が取れたところの宮沢の海水を上にお塩です。はい。鳥貝1貫目って多分どの店もやってないと思うんですけど、はい、なんで握り1貫目鳥貝なんですか？日本一ってやっぱり言われてる貝なんで、もう握り一発目は鳥貝がある時期はもう1回目一発目にまず食べてほしいです。先頭打者ホームランですね。はい。いやインパクトがすごい。一番大谷翔平みたいな感じ。いやこれやっぱ普通の鳥貝の3、4貫分ぐらいの食べ応えが、はい、激うまです。ありがとうございます。本堂さんに連絡します。シカポトトさんのこだわってらっしゃるところ、大切にされていることを改めていかがでしょうか？もうこだわってるところで言うともう完全に地元丹後の食材、はい、もう極力食材8割以上ですねを、丹後の食材でしたいっていう思いがありまして、はい、それが、うちの一番のこだわりですね。相変わらず週2もしくは週3、はい、地元帰られて、はい、漁船に乗ってご自宅の作業場で仕込みをされて、仕込みしてでそれをお店に持ってきて、はい、お客さんをおもてなしするっていう、はい、今回もいろいろ丸1日一緒に同行させていただく日もありましたけど、はい、やっぱこれをそのルーティンでずっとされるって、はい、まあね、普通の人からすると、はい、睡眠時間もね、はい、特に地元戻られてる時は、はい、あんま 寝てないみたいなのがあって、はい、なんでそこまで身を削ってというか、はい、まあ、睡眠時間も削りながら、はい、その熱量が維持できるんですか？3万円とかっていうコースって高いなっていうもちろん思われる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、でもよそで食べたら絶対この価格では僕はできないと思うんですよ、はい、でそれをちょっとでもリーズナブルにお客様に食べていただいてお客様が喜んでいただきたいっていう思いがやっぱ根底にはあるので、はい、高いかもしれないですけどそれなりに抑えれるとこ抑えて自分が頑張れば抑えれてできるんであれば、はい、お客様にそれで満足していただけたら一番それがはい、嬉しくて、で、はい、お客様のやっぱ笑顔を見るのが一番嬉しいので。いやもう改めて今日のお任せコースもすごい、はい、単語中心に構成されてて、はい、すごかったなと思うんですけど、つまみパートは、まあ、タコも良かったんですけどやっぱり単語で言うとやっぱうなぎですね。うなぎがもうパリ、はい、小松さんのうなぎ。小松さんのはい。2口だけでしたけど、2切れだけでしたけど、はい、相当カリッとっていうのととろっとふわっと脂がじとってなる、はい、あれがもうやっぱつまみの4番バッターだったのかなっていう感じでした。もうしっかり熟成してからあれもするので、はいはい、最低でも1週間は寝かしてから、使うようにはしてます。そうですよ、はい、でもう握りはもうぶっちぎりで僕一番鳥貝。ありがとうございます。しょっぱなの1番バッターで場外ホームラン打ってきたなっていうありがとうございます。ここまで飛ばすかっていうのを1番バッターに置くんだっていう。でも鳥貝ってもちろんね、この時期の高級食材ですけど、はい、やっぱあれトップに来るっていうのはやっぱ、はい、まあ本堂さんお会いさせてもらったのも含めて、はい、一番最初に来るんだなっていうのが結構意外でした。もうこの鳥貝の季節は一番を僕は鳥貝にします。はい、角の部分の、はい、風船みたいなパンパンに膨れてるっていう。パンパンですね。であとやっぱその黒が、はい、ほぼ剥がれてない。はいはい。だからその多分ケアの仕方を含めて。はい。持って帰る時はすごいやっぱり気を使っても温度にしてもそうですしエアレーションもそうですし、はい、はい、
で必ず出発する直前まで鳥貝は取りに行かないように、そこまで魚屋さん協力してもらって、魚屋さんの生けすに外の生けすに置かせていただいてて、で出発するギリギリに取りに行って、そこからすぐ戻るって。特にやっぱ暑いんでクーラーボックスの中に温度管理してたとしても、やっぱ徐々に車の中で温度上がっていくんで、もう鳥貝のために一番最後に冬のスペシャリティのカニも食べれて、で柴田さんからも前回次は夏の鳥貝ぜひ食べに来てくださいっていう、いろいろ熱いメッセージをいただいて、今回の生産者含めて回していただいて、鳥貝以外も含めて、夏は夏で、結構あっさりしてて、やっぱり食べ疲れしなくて、すごい美味しくて面白いお任せだったんで、あとは春と秋ですけど、またちょっと季節変えてぜひお邪魔します。今日は本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。魚って本当に一期一会やと思うんですよ。同じ魚って二度と出会えないんで、ちょっと僕にとってもこれ挑戦なんで、みんながやってないことをねやろうってことで今やってますけど。